コンケイクです。今回のテーマは、あなたに今伝えたいメッセージです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、3枚のカードをご用意しております。インスピレーションで、お好きなカード A、B、C の中からお選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらからご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは、今回は、現在、未来、助言、オラクルカードの助言の4枚で占ってまいります。それでは、それぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果ですね。はい。A の方に今伝えたいメッセージですが、そうですね。あなた自身がですね、全体的なカードを見ていても、とてもご自分に厳しいタイプ。はい。精神力が強かったり、真面目さが強かったりですね。そういうところがあるので、ご自分自身を責めやすい、そういったところでいろいろとですね、悩みがちっていうところがあるんだと思いますね。はい。ではまずですね、現在の方から見ていこうと思うんですけれども、こちらがですね、ソードの9の正位置になりますね。はい。今ですね、何かしらで時こうしていればよかったな、などの後悔を持ってらっしゃるんですね。あなた自身が何かしらにこう傷ついていて、それをあの時にこうしていればっていう取り返しのつかないことをしてしまったっていう風にですね、大きな後悔ですね。はい、苦しみっていうのを感じてらっしゃるのかなと思いますね。それで少しですね、横になりたいな、心を休めたいなっていう気持ちになっていらっしゃるのかもしれないですね。そうですね。今まであなた自身ご自分に厳しくしていった、それでしっかりもうですね、疲れてらっしゃると思うので、はい。あなた自身を休めるっていうことはすごく大事だと思いますね。このベッドのようにですね、優しい枕で包まれてですね、はい。お布団にもくるまってですね、ご自分の心を休めるっていうのは大事だと思いますね。はい。ですね。ちょっと責めすぎない。今はご自分をあの時こうしていればっていう風に責めるよりは、いたわるっていう方に動いていった方が良さそうな感じがしますね。おそらく限界が来てらっしゃるんだと思いますね。はい。ではですね、次、未来の方を見てまいりましょうね。はい。こちらがですね、ソードの5の正位置になりますね。はい。そうですね。何かしらですね、あなた自身の知恵が必要な時になってまいりますね。そうですね。あなた自身がすごく、ご自分に厳しくって、真面目な方っていうのがあるのでですね、そのあたりはですね、しっかり発揮できると思うんですけれども、今現在疲れてらっしゃるっていうのもあるのでですね、その疲れが未来に引きずられていってしまって、そのまま動いていくと、やはりあなたのその知識だったりですね、知恵だったり、そういったものを発揮するっていうのがなかなか難しいかもしれないですね。はい。そう考えるとですね、やはり現在の状況でですね、しっかりご自分の心をいたわっておくってことがやはり大事だと思いますね。ですね。ですね。いろんな手段を使ってご自分の勝利を手にする。はい。ご自分に良い方向に進むようにできるっていう風に出ておりますのでですね。はい。
このあたりですね、ご自分の力を存分に振るえるようにですね、はい、こちらのソードのようにですね、しっかり振るっていただけるように、で、波をすくうような感じでですね、泳いでいけるようにですね、進んでいける、そういう風に動いていける、はい、そういうところでしっかり頑張れると思いますので、未来に向かって今は小休止、そして未来でしっかり動いていくっていう風にしていくと良いのかなと思いますね。はい。ですね。では、今度具体的にアドバイスの方をですね、お話しさせていただきますね。はい。それでは、助言ですね。ソードのクイーンの逆位置になりますね。先ほどから申しましたようにですね、あなた自身がとてもご自分に厳しいっていうところがあるので、どうしてもですね、自分ができないとですね、イライラしてしまう、ピリピリしてしまうっていうところがあるんですが、そのピリピリした空気を出してしまうとですね、結局周囲を寄せ付けないような孤独なことになってしまう、一人になってしまうっていうことがあるんですね。そこに惹かれる人ももちろんいるんですけれども、そうですね、なかなかやはりあなたのその良さっていうのをですね、しっかり分かってない人っていうのはですね、ただあなたのそのピリピリした状況を見てですね、怖いなっていう風になってしまう、そして近づけなくなってしまうので、そうですね、そうやっていくことでお一人でいろいろと抱え込んでしまう、悩んでしまうっていうのがそのまま続いていってしまうんですね。はい。それでまたあなた自身があの時こうしていればああしていればっていう風に悩んでしまって、またますますご自分に厳しくなってしまうっていう負のループに入ってしまうっていうところがあるんですね。はい。なのであなた自身がこれはダメだって思ってもですね、ピリピリした空気を出さないように気をつけていく。そうですね。リラックス方法っていろいろあると思うんですけれども、例えばハーブティーとかですね。ああいうのを飲んでいくとリラックスできるとか、もちろんお風呂とかもですね、温かいお湯にしっかり入ると、それだけでリラックスできますよね。そういったことでもいいんですけれども、ご自分でできるリラックス方法っていうのを何か考えてですね、ちょっと自分イライラしてるなっていう時にですね、そういうのをちょっと意識してみるといいかもしれないですね。そうすることで柔らかい空気っていうのができていって、また人が集まってくる。何かしらあなたが困った時に手を貸してくれる人っていうのが近づいてきてくれる。そういうことがありますのでですね。はい。そうですね。少しでもピリピリした空気を出さないように意識していくっていうことは大事だと思いますね。はい。ではですね、最後、オラクルカードの助言になりますね。はい。こちらがですね、アートの逆位置になりますね。はい。アートの逆位置なので、どちらかというと自然的なものっていうイメージですね。まさにありのままのあなたを出していきましょうっていうことですね。そうですね。ご自分の嫌なところ、ダメなところっていうのを出さないように気をつけるっていう風にしてしまうと思うんですけれども、ダメなところっていうのもあなた自身であるっていうところを認めていくことが大事なんだと思いますね。はい。映画でありましたよね。ありのままで生きていくと。はい。そういう風にご自分を大事にしていくことも必要なんじゃないかなと思いますね。そうですね。なかなか難しいかもしれないんですけれども、少しずつでもですね、はい。この壺の中から出てくるオーラのようなもの、これはもうドバーッと出てくるような感じになってますけれども、いきなりこれだけ出すのも大変かもしれない。
はい。なので、ご自分のペースでも構わないので、ご自分の出せる範囲で少しずつですね、自分の欠点だったりですね、そういったところも出していく。決してですね、あなた自身が悪いところを出したからといってですね、離れていく人たちばかりではないです。嫌がってしまうんじゃないかっていうふうに考えるとですね、それで逆にご自分に完璧を求めすぎてしまってですね、そこで今度は近づきがたい雰囲気になってしまう。そういうところもありますのでですね、もしよろしければ、あなたのまま、あなたらしくですね、接していくっていうことを大事にしていってほしいなと思いますね。それでは A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方への今伝えたいメッセージですね。そうですね。今現在ですね、うまくいろいろと言っている状態になっておりますね。そこからなので未来で少しバランスを崩すこともあるんですけれども、それっていうのはですね、完成されてるからこそのバランスが崩れるっていうことなので、大きく悩むっていうことの必要はないのでご心配ください。ではですね、まずゆっくりと現在の方からお話しさせていただきますね。では現在がですね、こちらが教皇の正位置になりますね。現在があなたにとっては全てが整っている状況ですね。何事もですね、ご自分に対してうまくいくようになっています。もしかしたらそんなことないけどなっていうふうに思ってらっしゃるかもしれないんですけれども、そういうものっていうのは別にあなたにとってすごく大きなものが全部整っているとも言えないんですね。小さいことがコツコツと積み重なっていってですね、あなたにきちんと届いている、そういう状況もありえますね。そしてですね、こちら知識の泉ですねのイメージのあるカードになりますので、今でしたら何かを学ぶべき運気がちゃんとありますのでですね、現在もし何か学ぼうと思っていることがございましたらですね、ぜひチャレンジしていってほしいなと思いますね。今でしたらですね、ご自分の環境も整っていらっしゃいますし、集中力もしっかり高められる状況になってますね。そしてあなた自身にいろいろと知識が舞い込みやすい。ちゃんとですね、ご自分の中に知識が入っていく。それを結果に残していけるっていう風になっておりますのでですね。もしよろしければですね、チャレンジしていただくと良いかなと思いますね。資格の勉強だったりですね。学校であればいろいろとお勉強もあるかと思いますね。お仕事でもですね、何かしら覚えることっていうのはいろいろあると思うんですよね。スキルアップっていうのはやはり必要になってきますよね。ずっとですね、停滞したままでいるっていうのはなかなかそれはそれでですね、難しいんですよね。その場にいるためにはですね、ご自分のレベルアップっていうのはやはり必要になってくるですね。そうなってくるとですね、やはり今のこのカードの状況ですとですね、今こそ何をかを始める、勉強する時のチャンスっていうことでですね、考えていただくといいかなと思いますね。では次ですね、未来になります。こちらが世界の逆位置になりますね。世界の逆位置になりますので、そうですね、現在が整った状況っていうふうにお話はさせていただいたんですけれども、そこからですね、少しですね、ご自分のやることっていうのが不完全燃焼に陥りやすいっていうのがあるんですね。ただこれがですね、世界のカードっていうのが
一番カードの中で大きなカード、はい、完成されたカードっていう意味があるのでですね、その大きなカードの中で不完全っていう風になるとですね、あなた自身がですね、もうすでにいろいろ揃ってる状況っていうのはあるんですよね。なので、そこから少しですね、バランスが崩れてもですね、あなた自身の得たものだとかですね、あなたの進んできた未来っていうのはですね、少しも揺るがないと思うんですよね。ちょっと悩むなっていうところは確かに出てくるかもしれませんね。そこはあるかもしれない。少し投げやりな感じになってしまうかもしれないんですけれども、はい。ただですね、だからといって何もかもが終わりになってしまうのかっていうとそうではないですね。はい。あなた自身が今まで積み上げてきたものっていうのがたくさんありますので、それでですね、何もかもなくしてしまうっていうことはないので、ただ、だからといってあなた自身がですね、これからもういいやっていう風になってしまうのもやはり、ご自分のためにも良くはないなとは思うんですよね。せっかくですね、あなた自身にいろんなものが揃ってる状況。はい。これまで培ってきたものがかなり大きいっていうのがありますので、できればですね、これからもあなた自身、より良い未来のために成長していけるようにですね、はい。このバランスを崩した状態になるかもしれないんですけれども、そこをですね、軌道修正していって、もっと良い未来の方に進んでいくっていう風にした方が良いのかなとは思いますね。はい。その方があなた自身がですね、今後、まさしくですね、完成形と言える形に近づいていくっていう風になりますので、はい。できればそのあたりを意識していただけたらなとは思うんですよね。はい。そこで何が必要かっていうのがですね、やはり助言の方が必要になってくると思うんですけれども、こちらはですね、ペンタクルのページの正位置ですね。はい。そうですね。はい。あなた自身が焦らずにですね、時間をかけていくことが必要っていう風に出ておりますね。はい。そうですね。今、現在でいろいろと得られるものがありますよっていう風にお話ししてですね。はい。で、未来で少しバランスを崩すかもしれないですねっていう風にお話ししたんですけれども、その期間っていうのは、未来っていうのが近未来になりますので、はい。その期間で何かしら全ての結果が決まるわけではないんですよね。なので、少しバランスを崩したからといってですね、焦らずにですね、今後しっかり自分の中にもっとですね、大きな結果が返ってくるっていう風に考えてもらって、そこで進んでいくこと、焦らないことが必要なんだと思いますね。はい。そうですね。ご自分にですね、いろいろとカードさんがあるようにですね、文房具だったり、いろいろそうですね、ハートだったり、知識が、メガネってやっぱりなんかちょっと知識があるような感じがしますよね。はい。そういうものだったり、甘いものだったりですね、優しいこと。はい。そういうものだったり、もういろんなものがですね、必ず積み重なって帰ってきますよっていう風に出てまいりますので、はい。そうですね。今の頑張りをですね、無駄にしないためにも、焦らずじっくりとやっていきましょう。はい。考えていきましょう。そうですね。やはり結果っていうのが早く出た方が嬉しいっていうのは人間ありますけれども、なかなか急がば回れっていう言葉もありますようにですね、本当に自分に得たいものがあるのであれば、遠回りをすることが必要なんだと思いますね。そうなってくるとやはりその道に進むまでに時間はかかる。だけれども確実にあなたの元へ手に入っていく。はい。そういうふうに考えていただければなと思いますね。はい。ではですね、最後にオラクルカードの助言になりますね。はい。こちらがですね、幸福の逆位置になりますね。
幸福の逆位置っていうのでちょっとご不安に思われるかもしれないんですけれども、こちらアドバイスカードなので、はい、大丈夫ですよ。はい。こちら仮面をかぶってらっしゃる人たちがたくさん、出ているような感じに見えるんですけれども、そうですね。あなた自身が辛い時は辛いと言っていいですよっていうことですね。笑顔の仮面をずっとかぶっていると辛いですよね。うん。そうですね。きっとあなた自身がですね、今まで見てきたカードを見ててもですね、いろいろとこう頑張ってきたからこその完成形に近づいているっていうことなんだと思いますよね。世界のカードが出てくるっていうことはですね、はい。だからこそその分苦労はしてきたっていうことだと思いますね。苦労をしてきた人っていうのはですね、やはりその苦労をですね、表に出すのをだんだん隠していくのが得意になってしまうっていうところがあるんですよね。どうしてもですね、ずーっと苦しんできたからこそですね、自分はもう大丈夫だっていうふうに自分自身を騙す、そして周囲の人たちにも大丈夫だよっていうふうにしてしまうっていうところがあるんですけれども、もうそこはですね、肩の荷を下ろしてですね、自分は辛い時は辛いんだっていうふうにですね、伝える表情をですね、笑顔に変える必要はないですよっていうことですね。時には泣いたっていいですよっていう、悲しい思いをしてますよっていう風にですね、周りに伝えてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。その精神も大事だと思いますね。ですね。ちょっとですね、誰かの肩を借りるっていうことも必要だと思いますので、はい。もしよろしければですね、こちら参考にされてください。それでは B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方に伝えたいメッセージですが、そうですね。現在の方が慎重に行動をしていっている。そして未来の方では結構大胆な行動、無理な行動をしてしまうっていう風に出てますね。そうすることで良い方向に行くか悪い方向に行くかっていうのはですね、あなたのバランス次第っていう風になっております。はい。それではですね、ゆっくりとお話しさせていただきます。まずは現在の方からですね。はい。こちらがペンタクルの4の正位置になりますね。はい。そうですね。ちょっとあなた自身が今は慎重な状態になってらっしゃる。はい。できるだけですね、失敗をしないように、何かしらですね、失うものが少なくなるようにですね、慎重にじっくりと行動していらっしゃる。ある意味堅実ですね。はい。きちんと堅実に動いてらっしゃるので、それでですね、ちゃんとご自分に守るものですね、そういうものが守れるかっていうところが必要になってきますよね。そうですね。ただ、それをですね、度が過ぎてしまうと、執着しすぎてしまうっていう方向に行ってしまうので、そうなってくるとですね、そのご自分が守りたいものっていうのがですね、どんどんですね、自分自身をがんじがらめにしてしまうっていう方向に行ってしまうので、そのあたりですね、やはりご自分でどの程度慎重に行動すべきかっていうのはですね、考えていかないといけないのかなと思いますね。そうですね。こちらのカードにあるような箱の中に入っているっていうので、よく断捨離とかでもありますよね。いらないもの、いるものっていう風に2つに分けたりして、どちらでもないものっていうのもありますかね。例えばその3つに分けたりする。そういう風なものをしたりすると思うんですけれども、そういったことをですね、ご自分の今慎重になっていることにも当てはめるのが必要かもしれないですね。はい。ご自分の中で本当に必要なものはどれか、本当に必要なものはどんなことか。はい。そして、これは
必要ないんじゃないかなと思ったものはもう潔く切り捨ててしまうっていうことが必要なんだと思いますね。はい。どっちでもないっていうものが一番困るとは思うんですけれども、ただそれはちょっと保留にしておくっていうのがいいかもしれないですね。今は手堅くっていうところは確かに大事だと思いますのでですね。はい。よく考えてみて、ご自分に必要ないものだけはしっかり捨ててもらって、そこからどう動くかっていうことは必要だと思いますね。はい。全部が全部ご自分の中に入れてしまおうとするとですね、はい。結局その部分で動けなくなってしまうっていうことになりかねないので、はい。ご自分の、そうですね、慎重な行動っていうのが、どれだけご自分のその必要なもの、はい。利益とかそういうことになりますかね。はい。ご自分の利益になることがどういったことかっていうのは考えていく必要がありそうです。はい。ではですね、次、未来の方ですね。はい。こちらがソードのエースの逆位置になりますね。はい。先ほどの現在の慎重さから反面ですね。今度はですね、ちょっと無理な行動になってしまうっていうところがありますね。はい。ソードっていうのが切り開いていくっていうところがありますので、もちろんそのことでですね、成し遂げられることもあると思うんですけれども、あまりにも無理をしてしまうとですね、ご自分の方にですね、悪い方に返ってきてしまうっていう可能性もあるので、このあたりもですね、先ほどの慎重な行動の時と、被る部分はあるんですけれども、ご自分にとって何が必要かっていうのをしっかり見極める必要はあると思いますね。はい。そうですね。どんな手段に出てもいいっていうことはないですからね。ご自分のそのより良い未来、ご自分の進む道によってですね、どんな手段に出ても良いっていう風に進んでしまうとですね、それはやはり周りの人から見ても自分勝手な人っていう風に見られがちになってしまうので、はい。先ほどの現在の時の慎重さも少しですね、思い出しつつですね、動いていくっていうことは必要だと思いますね。はい。そうですね。ご自分のいろいろとですね、デメリット、何が自分にとってデメリットになるかっていうのは、一旦ですね、落ち着いて立ち止まってみて考える必要がありそうです。はい。そうですね。そうすることでご自分のソードですね、刀で切り開くものが何なのかっていうのが見えてくると思いますね。はい。ではですね、助言の方お話しさせていただきますね。はい。カップの9の逆位置になりますね。はい。カップの9の逆位置になりますのでですね、今あるもので満足をしましょうっていうことは必要みたいですね。そうですね。あまりにもですね、ご自分のあれもこれもっていう欲望に負けてしまうと、そうですね、先ほど言ったように何でもやってしまおうっていう風になってしまいかねない。どんな手を使っても自分の得たいものを得ようっていう風になってしまうとですね、結局何にも戻ってこないっていう風に二頭を追うものは一頭も得ずですね。はい。ですね。よくある言葉ですけれども、はい。すべてを欲張って手に入れようとするとですね、結局何もかも手に入らないっていう風になってしまうんですね。はい。ご自分の欲望に支配されないことが必要だと思いますね。何か目標があったりしたとしてもですね、慎重に動くことは必要ですね。現在の慎重さは少し大きすぎる、慎重すぎるっていうところはあるんですけれども、ある程度の慎重さは必要ですよっていう、やはりちょっと未来の部分と被る部分はあるんですけれども、そうですね。自分のやりたいことを優先させすぎないことも必要だと思いますね。はい。自分を甘やかしすぎない。はい。
そうですね。このカードさんにもあるように、お菓子とかプレゼントとかいっぱい手に入れている状態なんですけれども、これが振り落とされて落ちていってしまわないようにですね。はい。ご自分を律することも必要ですね。少し厳しく考えるっていうことも必要だと思いますね。はい。では最後にですね。はい。オラクルカードの助言になりますね。はい。こちらは共感の正位置になりますね。はい。共感なので、人に対して、そうだよねっていう風に、聞くというより聞くっていう、ちょっと漢字で言うと、門構えに耳の方ではなくて、耳に、徳っていう字って言ったらいいんですかね。はい。ですね。あちらの方ですね。あなた自身の、自分の利益だったり目標だったりいろんなことを優先させすぎて周りの気持ちだったりですね、そういうことを考えられないっていう時期になってしまわないようにですね、はい、誰かの言葉を聞くっていうことは必要ですね。はい。そうすることでですね、少しでも周りの方とのトラブルもなくなりますしですね。あなたの気持ちとてもよくわかるよっていう風にですね、共感する気持ちっていうのを言葉にするっていうのはすごく大事なんですよね。分かり合うっていうことですよね。そうですね。その方に対して分かるよっていう風に気持ちを持ってあげる。はい。そういうことは大事ですね。そうすることで相手もですね、あなたに対してあなたのこの意見すごくよくわかるよっていう風にですね、お互いに共感し合える。そういう関係性が築けるっていうことは大事ですね。はい。あなたのいろんな目標だったり、得たいもの、そのためにですね、いろんなものをですね、犠牲にしたりとかそういうこともあるかもしれないんですけれども、はい。その中でですね、やはり人間関係っていうのはですね、ものすごく大きな財産になると思いますので、もしよろしければですね、少しでもですね、ご自分に近しいなと感じる方がいらっしゃればですね、その方との共感、はい。そうですね、少しでも近づくっていう気持ちを持っていただくといいかもしれないですね。そうですね。それがあなたの目標の一歩につながっていくかもしれない。はい。そうですね。あなたが一人でガシガシ行くよりは、誰かの力も借りつつ動くことも時には必要かもしれないのでですね。はい。よろしければですね、そういうふうに動いてみることも頭に入れていただけるといいなと思いますね。はい。それでは C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。